はい、キリオです。いつもご視聴ありがとうございます。今回からですね、フレアエスプレッソさんから提供していただいたフレア58プラス2を使って58フレア58を理解しようっていうシリーズものをお送りしたいと思います。シリーズの内容としてはですね、フレア58のワークフローに即した形でポイントを解説していこうかなと思います。で、内容としてはですね、フレア58、今回初めて買われた方、初心者の方から、だいたい中級者の方向けっていう感じですね。上級者の方はね、こういうの見ないと思うので。それで、ビギナーズガイドというか、使い方ガイドみたいなのは、いろんなね、有名な方がもう YouTube のね、動画で出してますので、基本的な使い方をね、知りたいんだっていうような方は、かえってそちらの方の動画を見ていただいた方が参考になるんじゃないかなと思います。おじさんがね、このシリーズでやろうと思うのは、フレア58のワークフローの中の美味しいエスプレッソを抽出するためのポイント、それぞれちょっとね、深掘りして解説していこうかなと思ってます。特に、このやり方が絶対正しいとかそういうんではないので、あくまでね、素人のおじさんが使ってる中で、こういう方法もありますよっていう一つの方法論として見ていただけたらと思います。見ていただいて、これいいなと思った方だけ同じようにしていただければいいんじゃないかなと思います。それぞれ私はこの方法がいいなっていうのが見つかれば、その方法を試されるのがいいんじゃないかなと思います。それでは早速ね、内容の方に入っていきたいと思いますけど、まずフレア58で最初に温度といって思い浮かぶのが、余熱、プレヒートの温度ですね。よいしょ。で、余熱を行うときはまず最初に、ポルタフィルターの中にパックスクリーンを入れて、本体にセットしたら、プレヒートのボタンを押して余熱を開始します。で、この時に、フレア58は3段階の余熱の温度設定があるんですけれども、まず長押しして電源を入れて、LED が1つ点灯した場合は、これは85度で余熱をしますよっていうことです。もう一つ押すと LED の2つ目が点灯します。で、これは90度で余熱しますよっていうことです。で、最後もう一つ押すと3つ目が点灯します。これは95度で余熱をしますよということです。で、それぞれの温度設定、一つは85度。これは深入りのコーヒー豆を使用する場合に推奨されています。で、二つ目の90度。これは中入りのコーヒー豆を使用する場合に推奨されています。で、最後の95度。高温側の方は浅入りのコーヒー豆を使って抽出するときの余熱として推奨されています。で、これはそれぞれ、その焙煎度合いに応じてちょうどいい仕上がりに設定されていると思いますが、ここで注意しなきゃいけないのは、あくまでこれはブリューヘッドの余熱の温度の設定っていうことです。だからこれ例えば深入り用で85度の設定の一つメモリにしたときに、これは抽出する温度が85度ではないということです。あくまでもブリューヘッドの余熱の温度が、例えば一つだったら85度になるということで、抽出する温度が85度になるわけではありません。で、抽出の温度自体は、注ぐお湯の温度に依存します。そこをまず覚えておいてください。で、今、説明のために、まず最初に、低温85度で余熱をして、お湯がどのように変化するかをちょっと実際に見ていただこうと思います。じゃあ早速ですね、お湯を注いで、
そのお湯の温度変化を見てみたいと思います。まずポルタフィルターを外して。で、ここで実際にお湯を注ぐ前に、あくまで一般的になんですけれども、エスプレッソを抽出するときのお湯の温度、適正温度についてもう一度皆さんで確認しておきたいと思います。で、一般的に言われているのが、深入りのコーヒー豆を使用するときは、85度から90度の温度範囲。で、中入りのコーヒー豆を使う場合は、88度から92度の温度範囲。で、浅入りのコーヒー豆を使用する場合は、90度から95度の温度範囲。その温度の範囲内で、のお湯を使用して抽出すると、美味しいエスプレッソが抽出できると言われています。で、これはプレア58を使用しても同じなので、これに合ったプレヒートの温度設定になっているっていうことですね。で、今回、まず最初に低温の85度、深入り。皆さん、深入りのコーヒー豆を使ってエスプレッソを抽出する方も多いと思いますので、まず最初に深入りの方の温度変化を見てみたいと思います。今、プレヒートの温度設定は85度。そして、注ぐお湯の温度も、まずは85度のお湯を注いでみようと思います。温度調整ケトルの温度設定も85度に合わせてみました。それでこの温度調整ケトルのお湯を注ぐ際に注意していただきたいのが、ケトルのここの部分ですね。ネックの部分。ここに入っているお湯は85度の温度設定よりも低いお湯が入ってます。なので、一番最初にお湯を注ぐときは、まずここのネックの中に入っている部分のお湯を、出してから注ぐようにしてください。これポアオーバーの時でも一緒です。お湯沸いてもここに入ってるお湯はここの中ほど高くない、沸いてないお湯が入ってますので、まず最初にケトルのお湯を使うときは、このネックの部分の中に入ってる温度の低いお湯を出してから注ぐようにしてください。それでは85度のお湯を注いで温度変化を見てみましょう。下で82度ぐらい。上の方で85.8 度。下の方がやっぱり温度がちょっと注いだ時に低くなるというのと、上の方で 85.6 度ぐらい。85度で注ぐと、おじさんの一つの例として、85度で予熱して、そこに85度の温度設定のお湯を注ぐと、下で83度ぐらい、上で86度弱ぐらいの温度の差になるということです。で、今、しばらくこうやって、置いてましたけど、予熱機構をつけっぱなしにしてると、どんどん温度が上がっていきます。今差し込んで、金属に触れないようにね、そこに刺してるんですけれども、今そこの温度が、そこの方で90度を超えました。90.3 度。で、上の方に上げてくると、もうちょっと上がるのかな。91.6 度。で、今下がってます。これ多分、この温度の調整サーモが、電熱が入ったり消えたりして温度を調整してるので、温度がこのように動きます。今90
92.8 度、93度弱まで上がるような格好になります。これが前回の動画でおじさんが言ってたフレア58の温度の、欠点っていうわけじゃないですけど、ちょっとしたウィークポイントになります。プレヒートの電源を入れっぱなしにすると、自分が意図して設定した抽出のお湯の温度よりも上がってしまう時があると。例えば85度で抽出したいなと思ってても、90度ぐらいまで温度が上がってってしまう。で、これが例えば抽出を始めたときは、85度、6度ぐらいだけど、プレヒートの電源を入れっぱなしにすると、抽出の終わりの方、例えば30秒、40秒ぐらいかかりますから、抽出の終わりの方だと、限りなく90度に近い温度になってしまうと。そうすると、コーヒー粉の中の成分の抽出の後半に塩味とか苦味とか、要は美味しくない成分が抽出の後半に温度が上がるっていうことは抽出効率が上がってしまうことになるので、抽出したくない成分が抽出しやすくなってしまう。で、結果的にエスプレッソの味を悪くしてしまうことにつながりかねないので、おじさんは例えば注いでレバーを上げたら抽出する前にプレヒートの電源を切ってしまいます。で、そうすると少なくともそこで温度がそれ以上上がらなくなるので、抽出の後半で美味しくない成分が溶け出すっていうようなことは防ぐことができます。で、これは実際に皆さんも試してみて、プレヒートの電源入れたままのエスプレッソの味と、プレヒートの電源を抽出する直前に切ったエスプレッソの味を飲み比べてみて、で、好みの方を選んだ方が良いかと思います。ただ、特に深入りの豆を使用する方なんかは、プレヒートを切った方が、抽出する直前にプレヒートを切った方が、もしかしたらより甘みが出るエスプレッソが抽出できるのかなと思います。それじゃあ続いて高温側、95度での温度変化を見てみたいと思います。それでは95度の方のプレヒートが終了したので、95度のお湯を注ぎます。今95度のお湯を注ぎました。下の温度が 92.2 度、2.3 度、それぐらいですね。上の方の温度が今下がって90、今上がってきました。93.3、93.6、94度、94.5 度ぐらい。で、その時の下の温度が、下も高いな。95度。95度超えてきましたね。96.1 度。こんな風にね、96.7 度。プレヒートの電源を入れっぱなしにすると、こうやって時間を置いとくとね、どんどん温度が上がってってしまうので、上を見るとね、水面がぐずぐずいってるのもわかると思うんですけど、ちょっと拡大しますね。お湯が沸いてきちゃうので、自分のね、狙った温度で抽出したいんであれば、やっぱりプレヒートの電源はお湯を注いだら切った方が温度を狙いやすいのかなとは思います。以上がね、簡単ですけれども、フレア58の温度に関する理解を深めようでした。で、おじさんなんかは、プレヒートの電源をレバーを下げる前に切ってしまうっていうのもあるんですけれど、狙った温度設定からあまり離れないように、お湯を注いでから
抽出が始まるまでの間に、お湯の温度が若干低下するということも考えて、例えば、狙った温度から豆にもよるんですけれども、プラス3度からプラス5度の間でお湯を注ぐことが多いです。例えばおじさんだと、普段中入りの豆を使うんですけれども、中入りの豆だと適正温度が88度から92度の間ぐらいで出すのが適正温度と、先ほど一般的な温度を説明しましたけれども、おじさんの場合はだいたいね、いつも93度ぐらいで注いだりしてます。93度で注いだり、場合によっては95度っていうのもあるかな。でもだいたい93度とぐらいが多いです。で、93度で注いで、実際に抽出が始まるまでの間に90度ぐらいまでお湯が下がってるのかなっていう具合で抽出するお湯の温度を決めてます。だから皆さんも、使ってる豆に合わせて、例えば深入りの豆だと85度から90度ですよと。で、途中でプレヒートの電源を切るんであれば、90度までは温度上がらないので、例えば88度ぐらいで一度試してみて、で抽出するときには85度ぐらいまで下がってる。場合によっては90度のお湯を注いで、抽出が開始するまでの間に80、そうですね、7度ぐらいまで下がってるとか、そういう使い方をするのがいいのかなと思います。で、それなので、フレア58を使って美味しくエスプレッソを抽出しようと思う場合は、まず、温度調整式のドリップケトル。これは、必須のアイテムになりますので、で、抽出のね、お湯の温度を決めるのは温度調整式のケトルで決めますので、フレア58を使いこなして美味しいエスプレッソを抽出したいという方は、温度調整式のケトルをご準備ください。フレア58を理解しよう。1回目、温度については以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。もしね、何か質問等があれば、コメント欄の方にお気軽にお願いします。いつもの通り答えられる範囲でお答えさせていただきます。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。